使い始めて半年ほどが経ったこちらの椅子、イングライフ。検討している方はやっぱりこの見た目と、そして座り心地が気になっているんじゃないかなと思います。その直感通りに僕もこの2点が気に入って使い続けているんですよね。本当にいろんな椅子をこう探したり比べたり迎え入れたりしていた上で、最後僕がこのイングライフにたどり着いたっていう話をしていきたいと思います。僕のイングライフとの初めての出会いは大学生頃でした。たまたま入った確か高田馬場あたりのカフェで、コワーキングみたいな部屋で、この椅子が置かれていたんですよね。そこでウェブ面接かなんかをした記憶があるんですが、あまりの座り心地の良さに本当に感動してしまいました。忘れないように写真撮った記憶があるんですけど、ちょっとね残ってなかったですね。それから数年かけて本当にいろんな椅子を試してきました。僕のチャンネルでも結構紹介はしているんですが、それ以外にもね気になる椅子があったらこう試してみたり触ってみたりっていうのを繰り返して、でもやっぱあのカフェの椅子だったなぁと思い続ける日々が続きました。その中で半年前に国用の方と縁があって、このイングライフについてお送りいただくということがありました。そんなイングライフ、最近関心がちょっとずつ高まっているようにも感じています。僕の周りでも実際のところあれどうみたいなこう質問をもらうことも増えましたし、なんかこうパラパラ見ていた雑誌とか SNS でこのイングライフが気になっている、もしくは買ったみたいな話をね、ちょいちょい目にする機会が増えているように思います。ただこちら発売自体は2021年の末なんですね。なので4年ほど前に登場した製品なんですよね。月日が経ってじわじわと評価が上がっているのはもうまさにこう一過性のバズとかではなくて、もう着実にこうユーザーからの信頼が溜まっている証拠なんだなというふうにも感じます。そんな盤石の信頼を誇るこのイングライフ、実際にこの特徴、僕の感想も込みでいろいろとお話ししていきたいと思います。改めてにはなりますが、このイングライフは国用から出ているワークチェアになります。イングシリーズの2作目ですね。で、去年の末にですね、イングクラウドという3作目が登場しました。でそんなイングシリーズに共通して言えるのがこの自由度です。座面が前後左右360度に自由に傾きます。起き上がりこぼしと同じ要領で、シートのこの底の部分に内蔵された円盤が重力で常にニュートラルなポジションに戻ろうとするんですよね。これによってバランスボールのような座り心地を実現しています。なんかたまにこうバランスボールをオフィスチェアとして使ってますみたいな人の話よく聞きますよね。すごいなと思って、なんか続かないですよね。僕も前職のオフィスにバランスボール確かあって、たまに気分転換で座ったりもしてたんですけど、僕10分ぐらいが限界でしたね。あまりにも安定しなさすぎて意識がそっちに行っちゃうんですよね。姿勢を保つ、腰をいたわるみたいな感覚で使うのはわかるんですが、だったら立つかなという感じ。このイングライフであれば、そのバランスボールのようなある種の自由度を保ちつつも安定感があります。支えるところは支えつつ稼働するんですね。皆さん椅子の上で姿勢を変えることって結構ありますよね。今みたいにこんな感じ。これは人によるかもしれないんですが、どんなにいい椅子に座っていても、僕の場合姿勢をコロコロ変えたくなってしまいます。足を組んでみたり、あぐらになってみたり、体育座りで座ってみたり、椅子がどんなにいい姿勢を提案してくれていても、やっぱりそれが続かないんですよね。一方でこのイングライフを使い始めて、僕は椅子の上であぐらをかくことがなくなりました。もうここに座って、もう体の動きに合わせてゆらゆら動いているだけで、疲れみたいなものがなくなるんですよね。前傾の時に前に倒れる、後傾の時に後ろに倒れるだけではなくて、左右にも全ての角度に倒れるというのがかなり大きなポイントになっています。この座面の部分はクッションです。僕はこの弾力性すごくちょうどいいなと思っています。成形ウレタンを使用した 3D ポスチャーサポートシートと呼ばれるものです。僕にとってはこの柔らかすぎず硬すぎない、本当にちょうどいい弾力性かなと思います。硬さで言うとメッシュ生地とか好きな人にも比較的好んで使ってもらえそうなクッション感ですかね。もしくはやや柔らかく感じるかな。いやでも僕もメッシュ生地の椅子好きなのでちょうどいいなとは思いますね。通気性で言うと普通かな。こういった座面の部分が一番の機能的な特徴になっています。ただ皆さんが気になっているのはおそらくこれだけじゃない、デザインなんですよね。いいですよね、この見た目。
わかります。僕もそれに取り憑かれた一人です。唯一無二なんですが、部屋に馴染むデザインのオフィスチェア、やっぱりまだまだそう数が多くない現状で、自宅で作業されている方、リビングが仕事場所になっている方、そういった方の非常に有力な選択肢になっているんだろうなと思います。かくいう僕もですね、この今作業している、撮影をしている空間は完全にリビングの一角なので、あんまりガチャガチャした見た目の椅子は置きたくないんですよね。そこにぴったりはまるような雰囲気にはなっています。全体的に直線的な部分がほとんどないんですよね。丸みを帯びた見た目をしていて、さっき言ったような座面の特殊な機構とかは全て中に隠されています。機能としてはなかなかごついんですが、それを感じさせないような見た目です。丸っぽい見た目もそうですし、あとは素材とかカラーの選定も結構効いているんだろうなと思います。そんな素材やカラーについてイングライフは複数のバリエーションがあります。カラーは全部で4色です。全部いい色ですよね。いや僕もね悩んだんですよ。ブラックは僕の部屋には馴染まないかなと思いつつ、グリーンとかがいいし、グレーも最高ですよね。いや悩ましかったんですが、僕は今回このレッド基調のものを選択しました。落ち着いていながらも馴染みすぎず、アクセントにもなりきらないみたいなちょうどいいバランス感だったかなと思います。それがこのシートとか、あとこちら背面っていうんですかね、ここの部分のカラーなんですが、この背中の部分はですね、このウッドとクッションをまず選択できます。僕はウッドを選択しました。見た目はウッドが気になるけど、ずっと使うとなるとクッションの方がいいのかなとか悩んでいる方、ご安心ください。痛くないです。別に全然疲れないです。これなんでですかね。僕も別に木の椅子に使い慣れてるとかそういうわけではないんですけど、自分なりに使ってみていろいろ考えた結果、一つはこの形、丸みを帯びたフォルムっていうのはあるんだろうなと思います。先ほども話した通り、イングライフは同じ姿勢でずっと固定される椅子ではないんですよね。なので背もたれに体重を預けたりだとか、そのままガチガチに体を固めるみたいなこともないので、あんまり普通の椅子と比べてもこっち側、背中側に荷重がかかんないっていうのも一個あるんじゃないかなと思います。この丸みを帯びたフォルムも体をがっつりホールドしてくるのではなくて、そっと添えるぐらいの緩やかなカーブなので、ここの硬さを気にする場面がそう多くないんですよね。なので本当はウッドがいいなと悩んでいる方はウッドでいいと思います。はい。でクッションはシートと同じ4種類のカラー、そしてウッドだと2種類用意されています。僕はこの色が濃い方、ミディアムアッシュを選択しました。これによってこの僕のデスクのこのシェルフとかデスクのこのエッジの部分ですね、ここら辺と完全にウッドのトーンをビタハマりではないんですが、できる限り近いカラーに合わせることができました。この統一感もね気に入ってるんです。やっぱり僕はデスクに限らず空間の全体的な統一感みたいなのをすごい気にするので、そういった意味でもこの2色の選択肢があるだけですごく嬉しいですね。逆に悩みましたが、その他ですね、足に関してもキャスターと固定の足を選ぶことができます。僕はキャスターを選びました。やっぱり家の中で結構移動することも多いので、動かしやすいものが良かったという感じですね。一方でオフィスチェアっぽい見た目をできるだけ排除していきたいのであれば、固定足の方も選択肢に上がるかなと思います。これらの違いについては後ほどまた追加でお話ししたいと思います。皆さんオフィスチェアを選ぶときって大抵他のモデル機種とも比較をしますよね。安い買い物ではないので大抵の場合そうだと思うんですが、気になっているのはバーテブラとの違いだと思います。個人的にはね、このリビングにおけるオフィスチェア部門のもうトップ2みたいな感じで認識していますね。このどっちが1位なのかっていうのは結構人によると思うんですけど、僕はイングライフの方が自分に合うなと思います。僕はバーテブラ実際に自分の家に置いてたことも一瞬ありましたし、あとオフィスにね置いてあったりするんで結構な頻度で触るんですが、これら2つの違いを明確に言うと、バーテブラはダイニングチェアみたいな普通の椅子をオフィスチェアに近づけた感じ。一方でイングライフはオフィスチェアをダイニングチェアみたいな普通の椅子に近づけた感じ。これに尽きるかなと思います。その観点で言えば長時間作業には圧倒的にこのイングライフの方が向いています。さっき言ったここまで自由に座面が動くことはバーテブラではありません。バーテブラも座面がスライドするので前傾後傾とかちょっとした体の動きにはついてきてくれるんですが、やっぱりねイングライフとは体験が全然違いますね。あともっと言うとバーテブラは座面スライドするんですけど、バネで
こう引っ張られているような感じ、元の位置に戻ろうとする動きが常にあるんですが、このイングライフは全然無理がないんですよね。本当に傾いている間はずっと一緒に傾いてくれるというか、寄り添ってくれる感じは圧倒的にこのイングライフの方が強いです。であともっと言うとリラックスができるのもこのイングライフかなと思います。というのも、ローバック、要は背中が、せいぜい肩の骨の下ぐらいまでしかないんですが、これはバーテブラも同じなんですが、やっぱりこの背もたれに当たる部分が広くて大きいので、こっちの方が体重を預けられますし、あとさっき言ったこの後ろにも傾いてくれるっていうところで、ちょっとした休憩のしやすさみたいなので言うと、このイングライフの方が上手かなと思います。なのでオフィスチェアとしての機能で言うと、イングライフの方が圧倒的にいいと個人的には思います。一方でオフィスチェアの派生みたいな感覚なので、イングライフは大きさも重さも一回りバーテブラより大きいです。というかバーテブラは普通の椅子に近いんですよね。本当にダイニングチェアとして置いているような椅子と。なので例えば複数台並べるってなると、圧倒的にバーテブラの方が見た目も実際に持ってみても軽いというかね、部屋の中を実体としても見た目としても圧迫しない感じがあります。やっぱりこのイングライフの体へのホールド感はオフィスチェア寄りなんですよね。なので書斎とかリビングの一角に置くくらいであればこのイングライフでもいいんですけど、食卓にも置きたいってなると僕はちょっとバーテブラを押したくなっちゃうかな。これをきっぱり分けられるなら、イングライフもかなりおすすめですね。そんな感じかな。あとカラーバリエーションとか組み合わせ、素材の組み合わせとかは、やっぱりバーテブラの方が選択肢はかなり広いですね。これもバーテブラが気に入る人の大きな理由かなと思います。でも僕がこのイングライフを選ぶのは、やっぱりバーテブラはずっとは座れないですね。今まで、いわゆる本格的なオフィスチェアを使っていた方がバーテブラに置き換えると、多分ねもうちょっとしんどいポイントは多いかなと思います。なのでオフィスチェアとダイニングチェア、見た目としても機能としてもどちらに寄せたいかっていうところから考えるっていうのも一つの選び方かなと思いますし、僕も実際にどっちも座った上で本当にそういった選び方がおすすめです。このイングライフ弱点はないのかというと、今のバーテブラの比較でもちょっと触れたんですが、それ以外のところでも何点か一応あるにはあります。一つ、これは僕もちょっと思うところなんですが、キャスターにストッパーがないということです。別に家の椅子にキャスターもストッパーもいらなくないというのもわかるんですが、このイングライフに関してはこうやって体を縦横無尽に動かすっていうのが一個の特徴なんですよね。この体を動かすのと同時にちょっと前とか後ろに椅子ごと滑っちゃう時もあるんですよ、預け方によっては。この点を気にするのであれば、僕はキャスターではなく固定足の方がおすすめです。位置を完全に固定したまま姿勢を縦横無尽に動かせます。その点は結構ね、固定足のメリットでもありますね。ただこれ本体としては重いので、どうしてもいろんなところに動かすみたいな機動力は下がりますし、見た目の印象も変わってきます。どちらを選ぶか、皆さんの好みかなと思います。あとですね、この縦横無尽に動くこのグライディングのストッパーがありません。これはね、僕そんなに気にならないんですけど、一応声としては上がるようですね。例えば姿勢も安定させてがっつり集中したい時とか、あとビデオ会議の時にね、グラグラしてるのもちょっとよろしくないですよね、印象が。そういった点もしかしたら気になる人もいるかも。僕は気になったことないですね。別にさっきから話してる通りで、安定しないわけじゃないんですよ。固定がされないだけなんです。なので別に自分で姿勢を保っていればビデオ会議普通に受けられます。あと最後もう一つ、この肘置き、肘掛け、こちらの高さは変えることができません。固定です。なので人によっては自分の体に合わせてこの肘置きを動かせないっていうところを若干ストレスに感じる人もいるかも。僕はぴったりというか、むしろあんまりこの肘置きが重要じゃないので別に気にならないんですけどね。気にする人はいるかもしれない。でもそこら辺ですね。だから僕が本当にあったらいいなと強く思ってるのは、さっき言ったキャスターのストッパーくらいですかね。それ以外は僕はないことに対してのストレスはありませんでしたが、世間的に言われているところで言うとそこら辺なので、ちょっと参考にしていただければと思います。はい、ということで、結論というかね、僕はもう最高とずっと言い続けているだけなんですが、これ結構いろんな方が言っている通りで、体に合う合わないっていうのは一個大きいと思います。特にこのグライディング、左右前後に
自由に動くのが僕みたいな人にはめちゃくちゃ合ってたし、合わない人もいると思います。それこそアーロンチェアとかってもう完全にいい姿勢に自分をビタッと固定するみたいな椅子ですが、真逆と言ってもいいような椅子なわけですね。なので気になっているけど心配という方は、とにかく試しに座ってみましょう。これはね、確信が持てない限りはそうした方がいいと思います。そんなわけで体に合う合わないは実際座ってみないと分かんないと思うんですが、一方でこの良さ、座りながら体を揺らせるっていう点は、このメリットこそ座ってみないと分かんないと思います。僕自身も座ってみて魅力に気づいた一人なので、ぜひぜひ試してみてください。コクヨの方でね、ショールームかながあって、そちらで試すこともできます。検討していただければと思います。というわけで、イングライフというオフィスチェアが気に入っている話でした。今後ね、引き続きこのデスク環境も含めてまた紹介もしていきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録や高評価のほどよろしくお願いします。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今日はこの辺で、以上なごみ家でした。では。